ソラレイン、ちょっとすごいかも。こんにちは、春日部つむぎです。今日は2025年10月ソラレインから発売されたコンパクヨウム半分幻の庭師バージョンだよ。フィギュアの話に入る前にちょっとメーカーの話をしようか。読み的にはソラレインっぽいんだけど、公式 X がソラレインって表記してるからソラレインで統一するね。ソラレイン、あまり聞きなじみのないメーカーだと思うけど、ソラレインは2022年頃から日本にも出荷しだした中国系のメーカーだね。設立自体も2020年とかなり若い会社ながら最近の勢いはすごくて、アズレン、ブルアカ、グリッドマンユニバース、ライザ、ラブライブなど有名タイトルのフィギュアを出しているんだよ。評判の方はというと、初期の方は結構いろいろあったみたいだけど、最近はかなり良くなってるみたい。直近で発売されたバッジなんかもかなり良くて、精度が上がってきたのかなって印象。イベント展示でもかなり目を引く出来栄えで、まあ初めはいろいろあってだんだん落ち着いていくよくある話だねといった感じで、まあ買っても大丈夫でしょうという判断のもと買ったわけなんですが、実はもう一つ別の理由がありまして、X リコストキャンペーンでゆゆこ様当たった。ゆゆこ様がいるならヨウムもってことで JN コードローリングで在庫を見つけて買いましたという深い事情があるわけですよ。いや、リコストキャンペーン当たらないもんだと思ってたんだけど、なんだかんだこれで6回目やってみるもんだね。長い前置きはこれくらいにして、肝心のフィギュアの話をしようか。ヨウムは実費で買ってるから忖度なしだよ。正直なところここまでの完成度とは思ってなかった。ほんとすごい。動きのある複雑なポーズをしっかり感じられる造形はもちろん、衣類の動きや体のひねり、そして指先まで妥協なし。ふわっと広がった髪の毛はシャープでだるさを感じず、よく仕上がってるなって。広がり具合も不自然な感じにならないようにパーツ分けされていて、ここまでしっかり作ってるのはなかなか見ないかも。この髪の仕上がりを見ただけで出来のいいフィギュアだなって確信できるくらい。まあ動きのあるフィギュアをあんまり買ってないってのはあるけど、この辺りはフィギュア化となったイラストを描いた師匠師がしっかり監修してるのが強いかもね。 3D モデルを作って構図指示したりかなりきっちり監修してるから、気になった人は師匠師の X を覗くといいかもね。元となったイラストには台座に関する描写がなかったけど、この辺りもすごくしっかり監修されていたようで、納得のクオリティ、老眼圏を抜く瞬間の精度度、本当にすごくよくできてるなって思ったよ。こちらが台座、ヨーヨームステージ後の白玉楼に続く石段をイメージしたとのことです。ヨーヨームやった記憶はあるんだけど、弾幕シューティングはちょっと合わなくて、まあ今や東宝は弾幕シューティングってイメージの方が薄いかもね。アーシも二次創作とか派生作品メインだし、なかなか作り込まれていて結構な重量があるんだけど、そのおかげか不安定な姿勢のフィギュアをしっかり固定できてるのは結構いいね。ここまでボロボロになってるのにちょっと綺麗すぎるってのは気になるから、もうちょっとボロッと感が出てるともっと雰囲気が良くなったかもね。まあかなり高額だし、台座にそこまでコストをかけるかって問題はあるから、これくらいでちょうどいいかも。で、一番語りたいのがスカートのこの塗装。ここが本当にすごいなって思ったポイント。寒冷の光が映ってる描写を塗装で再現してるんだと思うんだけど、これが本当に自然に仕上がっていて、最初写真を撮ってる時ストロボの光が映ってるのかと思ったくらい、塗装だって分かった時は思わずうなったね。で、よく観察したら髪の先端にも同じような塗装がされていて、量産品でここまでできるのかって、ソラレインすげえじゃんって。光が映ってる表現を取り入れた量産品って見たことがなくてさ、以前ガレージキットを制作されている方でやっているのを見かけたことがあるんだけど、かなり大変そうだったんだよね。確かその時見かけたガレージキットはランプだったんだけど、実際に光を当てて検証してた。ただこの判例、実際に光らすわけにもいかないし、どうやってここまで自然に仕上げたんだろうね。この辺りの制作秘話とかちょっと聞いてみたいかも。
とかなりの出来栄えだったんだけど、どうしても気になる点があって。老眼鏡のつばなくない？もしかすると製品の不具合とも思ったんだけど、公式サンプルにもつばがないから、多分設定段階で忘れたんだと思う。というのも、司法紙の制作過程 3D モデルにはつばがあるんだよね。元イラストにもつばがあるし、完全に忘れているんだと思う。初お披露目のイベント展示の写真にもなかったし、ちょっとこれはどうなんだろうなって。白老剣の方にはつばあるし、唯一にして最大のとなったポイントかな。それ以外は本当に気に入ってるよ。でも気づいてしまったがゆえにものすごく気になってしまう。製品サンプル画像にあればお問い合わせをってできるんだけど、もともとそういう仕様だしね。見なかったことにしよう。それじゃあ今回の動画はここまで。ご視聴ありがとうございました。また次も気が向いたら動画作ろうと思うので、よかったら見に来てください。あ、よかったら高評価やチャンネル登録とかしてくれると嬉しいかな。写真はファンティアにまとめていて、ファンティアのアカウントがあれば誰でも見れるから、そちらもよければ概要欄のリンクから行ってみてね。それじゃあ機会があればまた別の動画で会おうね。